それじゃあとりあえずみんなの意見を聞かせて。僕は能楽堂を見学したいな。能楽は僕たちアイドルの源流みたいなものだからね。私は壬生寺だ。誠の旗に準じた侍たちの魂にこの身で触れてみたい。それじゃあ1日目のルートに組み込んで、セナ会長はどこか行きたい場所ってありますか？私はみんなの行きたい場所でいいわ。京都には何度も行っているから。あ、そうですよね。会長はライブとかのお仕事で。好きなアイドルの全国ツアーを追いかけていたから。あそっちなんですね。最近は忙しくてあまり足を運べていないのだけれど。りなみはどこか行きたい場所はある？そうだね、定番の清水寺とか、芸能神社には参拝したいかな。今年こそアイドルとして羽ばたけますようにってお願いするんだ。あ、それはいいね。僕もぜひ行きたいな。夢を神頼みに託すのはどうかと思うぞ。初星のアイドルたるもの、夢は己自身の手で掴み取るものだ。それはそうだね。僕はいいと思うけど、ツバメだって験担ぎくらいするだろ。私は別にそういったものを否定するつもりはない。限界の先まで努力を重ね、その上で天に運を任せるのならば構わん。それ、僕たちが努力不足だってこと？有村にはそう聞こえたか？魔王、ツバメちゃんも喧嘩するならお外でね。悪かったよ、ごめん。私も言い過ぎたようだ。会長、何がおかしいんだ？なんだか初星に入学したばかりの頃を思い出すわね。クラスのみんながバチバチに火花を散らして、りなみがいなかったらきっとクラス崩壊の危機だったわ。姫崎りなみです。福岡から来ました。アイドルは未経験ですけど一生懸命頑張ります。有村真央です。子供の頃からずっと役者をしていました。アイドルの経験はありませんが、トップスターになってみせます。有村さん、教室の空気がピリッとしてるよ。内部進学組の天谷燕だ。どんなアイドルがいるのか少しは期待していたが、正直失望した。私のライバルは一人だけだ。今年度首席の獣王セナよ。挑戦はいつでも受け付ける。私の背中についてきなさい。クラスの雰囲気が最悪だよ。
アイドル科ってもっとキラキラした感じだと思ってたのに、なんだか教室中が殺気だって今にも一触即発。ライバルとはもしかしてこの僕のことかな。貴様が私のライバルだと？私が見ているのは一人だけだ。獣王セナ！それは光栄ね、ツバメ。だけど私と今のあなたとでは圧倒的な実力の差がある。ほう、大した自信だな。二人とも僕のことを忘れていないかい？貴様は引っ込んでいろ。だいたいその上着は何だ？アイドルたるもの、丈くらい合わせろ。うるさいな。これから背が伸びてちょうどよくなるんだよ。二人まとめて相手にするのも面白そうね。クラスの雰囲気がどんどん悪くなってるよ。私がなんとかしなきゃ。なんだ？みんな仲良くした方がいいんじゃないかなって。姫崎さん、悪いけどこれは僕たちの問題だから。獣王セナ、次の授業で勝負だ。私の実力を思い知らせてやる。構わないわ。他のみんなもまとめてかかってきなさい。いい加減にしなさい。お客さんはファンの人を楽しませるのがアイドルでしょ。アイドルが喧嘩してちゃみんな楽しくないよ。ごめん、姫崎さん。そうね、ごめんなさい、姫崎さん。悪かった。よろしい。そのままリナミが級長になってクラスをまとめてくれたのよね。あの時の姫崎は母君のようで怖かったぞ。そんなこともありましたね。恥ずかしい。あの頃は私も未熟だったわね。ここが京都か。素敵な街並みだね。ええ、何度足を運んでもいい場所ね。僕は子役時代に仕事で来て以来だよ。大きな時代劇のセットがあってさ、ちびっこ侍の役で。みんな何をしている？早く行くぞ。ツバメってばいつになくはしゃいでいるわね。あんなツバメちゃん珍しいですね。この先にありますのが壬生寺。年に数度伝統の壬生狂言が公開されるんですよ。リナミ、本物のガイドさんみたいだね。ありがとう。ガイドのお仕事もあるから練習してきたんだ。みすずちゃんが京都の出身だからいろいろ教えてもらってね。がぜん楽しみだな。
拝観したいとは思っていたのだが、なかなか機会がなくてな。この前ツバメに貸してもらった新選組の小説面白かったよ。過去にここで生きた人たちのことを考えると歴史も好きになるね。そうだろう。先人たちが生きたのと同じ場所の空気を吸って鬼の副長土方歳三の苛烈な生き様に思いを馳せるのは。僕は沖田総司がかっこよくて好きだな。いや、沖田総司もかっこいいが、やはり土方歳三が。なお、ツバメちゃん、お寺はこっちだよ。素晴らしかったな。なあ有村。あの場所で小説に出てきた登場人物たちが本当に暮らしていたんだと思うとロマンを感じるよ。歴史資料館も見応えがあったね。すっかり堪能したわね。次は茶道の体験コース？はい、近くだったのでコースに入れちゃいました。ああ、駅ですね。ちょっと案内してくるよ。I'll show you around. Please follow me. ただいま。お、すごいね。聞き取れはしたんだけど、あたふたしちゃったよ。英語は少し得意なんだ。外国の人が困っていたら助けられるようにね。それに海外でライブをするとき英語で MC ができたらかっこいいだろ。やるな有村。美味しく頂戴いたしました。会長、所作がすごく綺麗ですね。ありがとう。茶道は少しだけたしなんでいたの。目の前のお客さんに楽しんでもらえるように心を尽くす。茶道のおもてなしの心はアイドルに通じるところもあるわね。茶室は私たちにとってのステージのようなものだな。そうね。ステージの上で最高のパフォーマンスを届ける。それがアイドルと茶道に共通する精神よ。奥深い。お手前頂戴いたします。おいしくいただきました。真央、大丈夫？お菓子食べよう。抹茶ラテくらいかなって想像してたんだ。本物の抹茶ってコーヒーより苦いんだね。よく頑張ったね。あら、アム？そこの軒先に。結構勢いがあるな。盆地だから天気も変わりやすいのかしら。ま、こんなこともあろうかと折りたたみ傘を常備してるんだ。僕がひとっ走りみんなの傘を買ってくるよ。無茶だ。
なよ。風も強いしやめた方が。大丈夫、任せて。すぐに戻ってくるよ。ダメだったよ。まったく言わんことではない。ほら、さっさと髪を拭け。風邪をひくぞ。これは予定を切り上げて旅館に戻った方が良さそうね。そうですね。タクシーを頼んでみます。こんなトラブルもみんなと一緒だと楽しいわね。夕ご飯美味しかった。少し食べ過ぎてしまったわね。節制しないと。有村、向こうに卓球台があったぞ。勝負するか？卓球はお風呂の後にしよう。少し部屋で休みたいよ。お茶入れようか。京都の有名なお茶だって。売店でお菓子も買ってきたから一緒に食べよう。梅干し、海苔あられ、スルメイカ。お菓子なのか？リナミ、おつまみっぽいの好きだよね。新幹線でも煮干し食べてたし。お父さんが晩酌が好きでお菓子の代わりによくもらってたんだ。私はちょっと生徒会の仕事をしてくるわね。旅先だぞ。たまには仕事のことを忘れたらどうだ？そうもいかなくてね。すぐに戻ってくるわ。修学旅行の時くらいはゆっくり休んでほしいけど。姫崎も新幹線で生徒会の仕事をしていただろう。少しでも会長のサポートをできればって。1年生にももっと仕事を割り振った方がいいと思うぞ。姫崎も今が大事な時期だろう。そうだね。でも生徒会のお仕事も私にとっては同じくらい大切なんだ。リナミは会長に直接スカウトされたんだよね。ライブの後に声をかけられたんだ。あの時はびっくりしたな。おはりなー。ライブに来てくれてありがとう。お兄ちゃん、お姉ちゃん。なんだか私だけ空回りしちゃってたな。やっぱり髪もツインテールにした方がいいのかな。リナミ、獣王さん、もしかしてライブ見に来てくれたんですか？ええ、後ろの方でペンライトをダブルで振っていたわ。ありがとうございます。獣王さん、さっきのライブ、獣王さんにはどう見えましたか？そうね。正直に言うわね。はい、お願いします。さっきのリナミはなんだか噛み合っていない感じがしたわ。パフォーマンスは
よく頑張っていたと思うのだけれど。そうですよね。私だけみんなの足を引っ張って。気を落とすことはないわ。まだ1年目なんだから。ありがとうございます。ところで、今日はあなたをスカウトしに来たの。スカウト？私もですか？ええ、ちょうど初期の子を探していてね。私と一緒に生徒会に入ってくれないかしら。生徒会の役員は3年生が選ぶはずじゃ。会長にスカウトを委任されているの。どうかしら？そんな急に言われても。どうして私なんですか？私は将来生徒会長に立候補するわ。もちろん当選する。すごい自信だな。私が生徒会長になるのはね、この学園を愛しているから。アイドルを目指す後輩にとって少しでもいい環境を作るのがトップアイドルになる者の責務だと思うからよ。トップアイドル。アイドルの道は過酷な世界よ。初星学園に入学してもみんながアイドルになれるわけじゃない。3年生にもなればアイドルの夢を諦めてしまう子もいるわ。私は生徒会長になってそんな子たちを減らせるように。少しでも望んだアイドルの道を歩めるように初星学園をより良い場所にしていきたいと考えているの。りなみにはその夢の実現を手伝ってほしいと思ってる。私よりもっと優秀な人がいると思いますけど。ツバメちゃんとか。ツバメには声をかけているわ。でも私はりなみにもぜひ仲間に加わってほしい。私の未熟なところをそばで見て助けてほしいの。獣王さんが未熟なんてそんなこと。私は完璧に見えるように振る舞っているだけ。私一人じゃ学園はもちろん生徒会をまとめることもできないわ。ツバメもどちらかというと私と似たタイプだしね。りなみは人の気持ちに触れるのが上手だから。私やツバメでは見逃してしまうことも救い取ってくれるんじゃないかって。私にできること。アイドルをしながらアイドルを支えるか。そういうのもいいかもね。少し考えさせてください。姫崎のスカウトは会長の慧眼だったな。私たちでは気づかないようなところをいつも指摘してくれる。りなみたちのおかげで学生生活もどんどん良くなってきてるよね。りなみも会長もツバメも生徒会のことは本当に尊敬しているよ。私も生徒会に入って学ぶことはたくさんあって、誘ってくれたセナ会長にはすごく感謝してるんだ。
寮の廊下を見回っていると、どこからか不気味な声が聞こえたんだ。とんかつ、とんかつ、食べたい。脂身。何か激しい恨みのこもった少女のエンサの声が。なんだ有村、そんなに怖かったか？全然怖くないよ。それ手まりちゃんなんじゃ。さて次は姫崎の番だな。私？ところでなんで階段なの？修学旅行の夜といえば階段に決まっている。そうかな。恋の話とかだと思うけど。会長が戻ってくるまでの暇つぶしだ。怖い話の一つくらいあるだろう。そうだね。階段か。あんまり怖い話じゃなくていいよ。それじゃあとっておきの怪奇。冷蔵庫の奥で忘れられた青く光る SSD。それでね、数日経ってもまだ光り続けてたんだって。なかなかシュールな怪談話だったな。会長はまだか。電話少し長いね。次は有村の番だな。怖い話。僕そういうのは詳しくないし。そうだな。あるにはあるけど。僕が怖いって思ったのは去年の HIF。本年度のプリマステラは獣王セナ。あの時客席でステージを見ていた僕はただ圧倒されて輝く一番星を見上げていたんだ。セナ、プリマステラおめでとう。本当に素晴らしいステージだったよ。ありがとう、ナオ。あんまり嬉しそうじゃないね。学園のみんなが憧れるトップアイドルになったのに。トップアイドルそうね。嬉しいわ、もちろん。幼い頃から憧れたプリマステラにようやくなれたんだもの。でもそうね、重圧は感じるわ。私は誰もが憧れる完璧なアイドルでいなければなれない。憧れであり続けることはプリマステラになるよりずっと難しい。マオ、あなたには子供の頃から憧れている人がいたわね。え？
おう。その人はあなたにとって今も輝く星であり続けている。その人はもうスターであることをやめてしまったんだ。ずっとずっと輝き続けて欲しかったのに。難しいわね、本当に。トップに立つ者はまばゆく輝いて道を照らし続けなければならない。だけどまばゆい光は時に星そのものを見えなくしてしまう。セナ、星を追いかけて光の中に手を伸ばしてくれるのは誰かしらね。王子様、あなたは追いかけてきてくれる？僕は返事ができなかった。誰もが憧れるプリマステラになったのに、あの時の会長は少し寂しそうに見えたよ。あの時さ、強がりでも何でもいい、負け惜しみでも、僕はきっと君に追いつくよって言えればよかった。今でも後悔してる。お待たせ。ごめんなさい、電話が長引いてしまって。会長。何の話をしていたの？HIF で必ず貴様を仕留めるという話をしていたのだ。まあ、そういうこと。それはとても楽しみね。それじゃあ生徒会のことはお願いするわね。お任せください、セナお姉様。花見さんと鳩谷さんにもお伝えしておきますわ。いえ、二人にも私が直接電話するわ。せっかくのご旅行中ですのに。私はみんなのプロデューサーだから一人一人をしっかり見たいの。次はみすずね。彼女の今日のレッスン内容を。おはようございます、会長。みすず、またお昼寝してたわね。生徒会のみんなへのお土産はコンペイトーにしようかな。ご当地ロボだ。これはリーリアのお土産にしよう。琴音はアルバイトで疲れてるから温泉成分入りの入浴剤がいいかな。入浴剤はさきちゃんたちも喜んでくれそうだね。見てリナミ、新選組の刀の耳かきがあるよ。菊一文字、かっこいいな。これは寮のみんなに。マオ、買う前によく考えよう。どうした？土産はいいのか？そうね、せ
生徒会のみんなの分はお菓子がいいかしら。気もそぞろだな。悩み事か？分かってしまうのね、ツバメには。当たり前だ。何年の付き合いだと思っている。今、生徒会の1年生の子たちをプロデュースしているでしょ。ああ、私にとって初めての経験だから、なかなか難しくてね。当然だろう。似合わぬことをするからだ。アイドルとして活動しながら他人の面倒を見るなど、いくら貴様といえどうぬぼれが過ぎるぞ。私があの子たちをプロデュースするのは、私が去った後の初星に新たな星を輝かせるため。生徒会長として、現プリマステラとして必要なことだと思っているわ。ただ、そうね、ツバメの言う通り、少しうぬぼれていたのかもね。これまでの私の経験がほとんど通用しないなんて。本当に己の未熟を痛感することばかりよ。他人の面倒にかまけるのは勝手だが、貴様自身はどうなんだ。次の HIF、 完璧な貴様と戦えるんだろうな。安心して。もちろん全身全霊で迎え撃つわ。それもプリマステラの責務だから。ならば構わん。言っておくが、貴様のライバルは私だけではないぞ。ツバメ、ごめんなさい。私はもうアイドルとして成長することはできない。あなたとライバルでいられるのはもう。ここが芸能の神様の祀られている神社です。こっちにエマのコーナーがあるから、みんなで奉納しましょう。あのエマ、私の知ってるアイドルのエマね。ここの神社にはアイドルもたくさん来ますから。会長は何か神様にお願いしたいことありますか？私は、そうね。私の後輩たちが HIF で活躍できるようお願いするわ。これでよし。マオ、何をお願いしたの？僕は後輩のみんなが立派なアイドルになれますようにって。それから HIF で優勝してプリマステラになりますって。なれますようにじゃなくて、なりますなんだ。ああ、これはお祈りじゃなくて神様と自分への宣言だよ。セナ、あの時の返事待たせてしまったね。今度こそ僕は君に追いついてみせるよ。マオ、私も同じです、会長。私はマオみたいに自信はないです。でも会長と真っ向勝負したい。会長が私のことライバルって言ってくれたから、ずっと会長の近くにいて、ずっとあなたのステージを見てきた。
今の私の全力会長にぶつけます。姫崎もなかなか言うようになったな。私が願ったのは次の HIF までに獣王セナが圧倒的に成長していることだ。最高の状態の貴様を倒さなければ何の意味もないからな。会長？そうみんなありがとう。次の HIF 私の全力を尽くして叩き潰してあげるわ。望むところだ。みんなが私の背中を追って本気で倒そうとしてくれている。私はもう成長することはできない。だけどもしアイドルとして成長の限界に達してしまった私を成長させてくれる何かがあるとすれば、それはきっと私と対等のライバルなんでしょうね。